皆さんこんにちは、キートです。今日はですね、お家でウクレレ作りっていうテーマで話していきたいと思います。第1回目の今日は木を曲げる方法について解説していきたいと思います。結構自分自身の手でウクレレを作りたいって思ってる人ってウクレレ弾いてる人の中でたくさんいると思うんですけれども、実際にウクレレ制作に足を踏み入れる人っていうのはなかなかいないと思います。僕もね、その一人だったんですけれども、思いが高まりすぎてですね、2020年8月から実際にウクレレ制作をスタートしてしまいました。5本目がね、最近出来上がりまして、パワポにも書いたんですけど、木の曲げっていうのが必要になってきます。こんな感じでね、綺麗に分かってると思うんですけど、木の曲げ方っていうものを解説できたらなと思っています。何をするのにも、やっぱりプロがどうやってやってるのかっていうのを見ていく必要があるのかなと思うんですけれども、プロはどうやってやってるかっていうと、このベンディングアイロンっていうものを使っています。この部分がね、熱々になって200度から300度ぐらいになります。ここに木を押し当てて、ちょっとずつね、形を変えていくっていうのが、プロがやっている方法になってきます。ただこのベンディングアイロンですね、なかなかね、買えないんですね。というのは結構ね、コストがかかります。2万から3万ぐらいですね。木を曲げるだけですよ。木を曲げるだけの機械なのに2万から3万ぐらいしてしまうというところで、結構高価ですよね。あと、安いものもあって8000円とか売ってるんですけれども、それだとね、ちょっとね、中国の怪しいメーカーのやつなんで、火事にならないかなというのが不安で、なかなか買えないっていうところですね。じゃあ、その代わりになる方法はないのかっていうので、だいぶ悩みまして、そもそも木が曲がるのに必要な条件っていうのは何やねんっていうところを調べてみたんですけれども、高い温度と水分、この2つが重要になってきます。水蒸気を発生させるっていうことが必要になってくるんですね。考えた2つの方法っていうのは茹でる、もしくは蒸すっていう方法になるんですけれども、この茹でるっていうのはね、なかなか厳しいですよね。10センチの板を入れるぐらいの鍋をね、用意するのなかなか大変なんで、茹でるはちょっと却下しました。蒸すのが良さそうだっていうことで、蒸して曲げる方法っていうのを開発いたしました。準備するものをね、お話ししていきたいんですけれども、準備するものは水に濡らした木、アイロン、これ普通のシワを伸ばすやつです。クランプ。で、手袋、熱くなるので手袋は絶対にしてください。キッチンペーパー、アルミホイル、ジグですね。ジグから見ていきましょう。ジグってのはどんなやつかっていうと、こんなやつです。MDF 材っていうね、パッチモンみたいな木ですね。貼り合わせて作っています。作りたいウクレレのテンプレートに沿って、この木を切っていただいて、ここら辺にね、切りかけ、2つ用意してください。で、それをね、9枚ぐらい貼り合わせたのがこちらになりますね。僕はセリアの MDF ボードっていうものを買いました。コスパ最強です。で、木についてはゴミ袋、でっかいゴミ袋に水を入れて一晩ぐらい置いておきます。時間なんですけど、6時間から8時間ぐらいがちょうどいいかなと思っています。手順を紹介していくんですけれども、まずアルミホイルにキッチンペーパー、上に並べて置いておきます。ここからね、ちょっと動画があるので見てみてください。こんな感じでね、綺麗に包めたと思うんですけれども、こちらからどんどん曲げていきます。木なんですけれども、木ってね、形状が安定するには乾く必要があるんですね。乾燥させないといけないので、このアルミホイルも取る必要があるんですけれども、曲げた瞬間っていうのはね、あっちっちなので、熱くなくなってからアルミホイルを外してください。こんな感じでね、木が外に
出るような感じにしていただくと乾燥します。だいたいね1日ぐらい置いておくと、カピカピに乾燥して、形状が安定します。1日置いたのがこれになるんですけれども、こんな感じで綺麗に折れ曲がっていると思います。はい、これで曲げが完了いたしました。こんな感じでウクレレの作り方のね解説をしてみました。もしよかったらですねグッドボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。